恐竜研究者コチルイスです。今回紹介する論文は、現代を生きる恐竜鳥類の後頭部と首がどのように進化してきたのかを検証したものです。2025年4月に発表されたばかりの論文ですね。では早速見ていきましょう。鳥類の首は非常に大きなバリエーションがあります。パッと見た限りでも、鷹のように首が短い種もいれば、鶴のように首が長い種もいますね。全体の長さだけではなく、首の骨の数でも7個から25個とばらつきが非常に多いです。これは首の骨の数が7個で固定されている哺乳類とは全く違いますね。こんなに大きなバリエーションを持つ首は、餌を取るためだったり、バランスを制御するためだったり、幅広い視界を確保して食べられないように安全確認したいと、様々な役割を持ちます。なので首がどのように進化してきたのかは、鳥類の適応進化過程を知る上で重要な要素なんですね。そんな首についてこの論文で特に重要視しているのが後頭部との連結です。鳥の後頭部と首の関係は、首が頭の後ろにつくか、それとも下につくか、大きくこの2つに分けられます。このうち後ろ向きの方は、遠くの獲物を素早くついたり、広い視野を確保するといった能力が高いとされています。一方で首が下を向いている鳥は、頭部の上下運動が得意で、地面に落ちているものや種によっては地面の中のものを食べるのに有利だったようです。また噛む力が強い種でもこのような傾向が見られます。さらに後頭部の骨と首の骨は、どちらも共通した肺と発生プログラムを持つことが知られています。よって機能的にも発生的にも、首と後頭部は連動して進化したのではないかという仮説をこの論文では検証しています。そのために原生鳥類41種と恐竜類1種、化石鳥類2種を対象に、後頭部の形と首の形状および長さの対応関係を検証しています。頭の形は幾何学的形態測定法という難しい名前の解析を使って評価。首の特徴は長さおよび首の骨の数で評価しています。では早速結果を見ていきましょう。解析の結果、首が長いほど後頭部が後ろ向きになるという従来の説が支持されました。よって後頭部の向きと首の長さは連動して進化したという仮説は支持されたわけです。またサガーンという恐竜や始祖鳥などの化石標本は、一様に後頭部が後ろ向きであるということも判明しました。つまり後ろ向きな後頭部は原始的な特徴だったというわけですね。まとめると、この研究で後頭部の向きと首の長さは連動して進化したのではないかという従来の仮説が初めて統計的に大規模なデータセットで支持されました。具体的には、首が長いほど後頭部は後ろ向きで、首が短い種は後頭部が下向きになります。恐竜類を交えた解析の結果、鳥類の祖先は後ろ向きの後頭部を持っていたということも明らかになりました。今後は下向きの後頭部が何度も登場した機能的背景などが判明すると面白いですね。今回は以上となります。面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。